こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。今日はですね、お醤油についてのお話の2回目に、なっておりまして、お醤油のですね、製造方法についての分類をですね、今日はお話ししようかと思います。お醤油っていうのはもうこのジャス規格っていうものでしっかりとこの分類が決まっているんですね。味噌とかだと決まってなかったりするんですけれども、お醤油の場合はもうちゃんとこう決まっています。で、製造方法の、違いによる分類っていうのがありまして、その製造方法の違いが、3つに分類されています。それがこちらですね。本醸造、混合醸造、混合、この3種類になっています。で、もうこれ本醸造と混合醸造、混合、この3つはほとんど味も違うし、製造方法も全く違うわけなんですね。全くっていうこともないですけれども、ほぼ違うというものになっています。で、必ずですね、そのお醤油の売っているお醤油の裏のラベル見ていただくと、製造方法の、ところ、製造方法のところっていうか、製造方法とは書いてないかもしれないんですけども、必ず本醸造もしくは混合醸造もしくは混合ですね。この3つのどれかは必ずお醤油という商品には記載されていますので、一度ですね、スーパーなんかに行った時に確認していただくといいと思うんですけれども、大体がですね、ほぼ大体がこの本醸造というもので作られている、ということになります。これが多いですよね、やっぱり。で、なんかこの3つの製造方法で言ったら、なんとなくこの文字の感じからして一番いいのはやっぱり本醸造なんじゃないのっていうふうに思いますよね。で、混合醸造とか混合って何かちょっと良くないものが混ざっていたりするようなものなのかなってなんとなくイメージはあると思うんですけれども、実際その通りで、もちろんどれが一番美味しいかとかですね、よりこう本物志向かっていうと、この本醸造という製造方法が一番こう、本物志向のものであるということが言えます。ただですね、この本醸造という、分類にこの当てはまるかどうかの基準っていうのがすごく緩いんですよね。ものすごく緩いです。結構ですね、この、規定がちゃんと規定の条文みたいなのが書いてあるんですけれども、あんまりこのしっかりとこういう作りでこれが入っていてはダメ、これが入っていれば良いみたいなことが、きちんと明確に書かれているというわけではないんですよね。例えば、発酵熟成させたものであるという規定があるんですけども、何年間発酵させればいいとか、何年以上熟成させていたら本醸造って呼んでいいですよとか、そこまで細かい規定がないので、ある程度のこの基準を満たせていれば大体本醸造というふうに表示することができるので、本醸造のお醤油っていうふうに書いてあったとしても、それが本当に本物のいいお醤油、いわゆるいいお醤油かっていうと、その表記だけでは見分けはつかないというところをまずですね、覚えていただくといいかなと思います。やっぱり発酵食品っていうのは、お醤油もそうなんですけれども、天然醸造で作るものと即醸法という工業生産の作り方、早く作る、安く作るっていうやり方で作るのと、大まかに分けると2種類あるんですけれども、昔ながらの製法でゆっくりと時間をかけて、その微生物だったりとか自然のこの日本の四季の気候の流れに任せてこう時間をかけてじっくり熟成させて作っていくっていうのが天然醸造で、そうじゃなくってもう人工的に何かしら手を加えて早く安く大量に生産する、それが即醸法というですね、近代的な
工業生産という方法になりますので、それどちらの方法で作っていてもある程度その本醸造の規定を満たしていれば本醸造と書くことができますので、天然醸造で長期熟成されているこだわりのお醤油も本醸造だし、そうじゃなくって、通常1年以上かかるところを3ヶ月ぐらいでもう早く仕上げちゃったっていう工業生産的なお醤油でもある程度の期間を持って発酵熟成とかさせていれば本醸造と書くことができます。で、大きな違い、絶対にここは違うよっていうところは何かっていうと、このアミノ酸液というものですね。この、液体がですね入っているか、入っていないかです。でこっちが、入っているわけなんですね。アミノ酸液というものが、混合醸造とか混合には入っています。だけど本醸造のお醤油というふうに分類するためにはそのアミノ酸液っていうのは入れちゃダメなんですね。なのでそれがあるかないかっていう違いが、明確な判断基準かなというところは一つあります。で、詳しくですねそれぞれのお醤油の特徴を見ていきたいと思うんですけれども、まずは本醸造ですね。本醸造はアミノ酸液というのは入っていません。アミノ酸液っていうのはよく、ここに書いてありますけども、化学調味料の、調味料アミノ酸などって書いてあるです。これいろんな加工食品に入っているんですけども、これは化学調味料なんですね。化学調味料、いわゆる味の素みたいなものですよね。そういったものなんですけれども、このアミノ酸とこのアミノ酸液っていうのは全然違うものです。似たような感じはあるんですけれども、一応分類としては別のものなんですね。こちらは化学調味料であって食品添加物になるわけなんですけども、このアミノ酸液っていうのは化学調味料でもないし食品添加物でもないというところですね。化学調味料という分類とか食品の添加物っていう分類には入らないものなんですね。なのでそこが違いますよというところもですねちょっと覚えておいていただきたいなと思います。で、本醸造の原材料は大豆と小麦とお塩、これだけ以上ということですね。もちろんここに水とか、麹菌が入ってくるわけなんですけども、原料の、材料としたら、大豆と小麦と食塩という、非常にシンプルな、材料ということになります。で前回ですねすごく簡単にお醤油の製造方法っていうのを、ご説明したんですけれども、いって砕いた小麦と、蒸した大豆ですね、蒸した大豆といった小麦を合わせたものに種麹っていう麹菌をつけて、でそれを醤油麹というのを作っていきます。でそこに、食塩とお水を加えて仕込んでいきます。でその仕込んだ液体っていうのがもろみっていうんですけども、そのもろみをですねずっと1年ぐらい置いておいて長期間熟成させていく間に、乳酸菌だったりとか酵母菌だったりとか、そういった微生物たちが活動して発酵が進んでいくわけなんですね。でどんどん発酵が進んでさらにそれを熟成させるということを行っていきます。で、長期間約1年ですね熟成させたらその後は絞っていくと。で絞って火入れっていう作業なんかを行ったりして、最終的に醤油が完成していくわけなんですけども、だいたいその流れの製造方法をとっているのがこの本醸造なんですね。なので本醸造のお醤油っていうのは期間はバラバラ、ものによって全然バラバラなんですけども、必ず発酵熟成という、過程を通っているということになります。この発酵の、方法は、微生物による発酵であり、熟成っていうのは、期間はものによって全然違うんですけども、3ヶ月ぐらいでもうお醤油として出してしまうものもあれば1年間とか、長いと3年とか熟成させるようなお醤油もあります。ということで、本醸造っていうのは、こういった原料を使っていてアミノ酸液というものは入って
っていなくて、発酵熟成という過程を経て作られているものですよというところですね。これがいわゆる普通のお醤油ですよね。はい。でこれが普通のお醤油で、じゃああとの2つは何かっていうと、ちょっと普通のお醤油というか、本来のお醤油という調味料からは少しずれてくるものということになります。じゃあまずこの混合醸造なんですけれども、これはですねアミノ酸液が入っているわけなんですね。でアミノ酸液って何かっていうと、脱脂加工大豆を塩酸を使って分解して中和させた液体です。元にその脱脂加工大豆ですね、大豆を潰して油分を抜いたようなものなんですけども、その脱脂加工大豆、っていうものを塩酸で分解して中和したものです。それがアミノ酸液というものなんですね。このアミノ酸液を入れることによって、要は植物性のタンパク質を酵素分解した調味液とか、そういったものですよね。そういったものを添加することによって、醸造するときに早く発酵が進むということがあるんですね。なのでこのアミノ酸液っていう液体をですね、最初に入れてから醸造していくっていうのがこの混合醸造という作り方なんですね。要はこっちのアミノ酸などっていうこの化学調味料もうまみ成分が凝縮されているようなものなんですけども、こっちも似たようなものなんですよね。一応分類は違うんですけども、こっちもうまみ成分が凝縮しているようなものということになります。でこのうまみ成分アミノ酸液を最初に添加しておくことによってこの本醸造の作り方、アミノ酸液がない場合の本醸造の製法に比べると短時間で熟成が可能ということになるわけなんですね。なので、このアミノ酸液を入れることによって熟成期間を短くしても同じような感じに発酵してくれるから、要は短時間で大量にお醤油を作ることができると、そういったやり方になります。かなりですね本醸造と比べるとコストを削減できるといったところがポイントですね。で、混合醸造で作る場合の原材料なんですけども、ちょっとですねやっぱり他のいろいろなものが入ってきます。複雑になってきます。もちろんですね、こっちも丸大豆に限ってわけじゃないんですけども、こっちも脱脂加工大豆使っている場合もあるんですけども、基本的に混合醸造で作る場合は脱脂加工大豆、丸大豆ではなくて脱脂加工大豆を使っていますし、アミノ酸液が入っています。でこれ以外にもですね、こっから先もですね、糖類なんかが入っている場合もあります。ブドウ糖とか、砂糖とかですね入っている場合もありますし、アルコールが入れてあったりとか、こういった化学調味料が入っているようなものもあります。あとは、早く発酵熟成させることによってあまり色が濃くならないっていうのがあるんですよね。でお醤油って熟成期間が長ければ長いほどどんどん色が濃くなっていくわけなんですけども、それが短い期間だけしか熟成させていないとあまり色がつかないので、でも薄い茶色だったりとかするとあんまりお醤油っぽくないってことで、じゃあ色つけちゃおうみたいな感じでカラメル色素なんかを使って色をつけているっていう場合もあるわけなんですね。このカラメル色素っていう食品添加物がですね、非常にいろんな種類あるんですけども、人体に害が結構強いというふうに言われていますの。ものにもよるんですけども、なんでこのねお醤油に限らずカラメル色素っていうのが入っていたらちょっと要注意ですよね。カラメルとカラメル色素は全く別物なので、これは食品添加物としてですね、あるものであって非常に人体に害があるというふうに言われていますので、なるべく避けた方がいいですよね。であと甘味料とかが入っている、要は糖類だけじゃ甘さが
出ないっていうことで、人工的な甘味料も足しちゃってるようなやつもあるというわけなんですね。あとはですね、ペットボトル飲料なんかにも入っているようなビタミン B とかビタミン C とかっていうふうに書いてあるような、保存料の一種ですね。そういったものが入っている場合もあります。やっぱりこの発酵熟成期間が短いと、その分保存性も弱まってくるわけなんですね。食塩の量とかにもよりますけれども、そういったものとかを発生するアルコールの量とかも少なくなっちゃうので、わざわざ添加したりとか、しなければいけない。そうしないと、保存があまり効かないものになってしまうのでということなんですね。なんで本醸造の作り方に比べると混合醸造って早く大量に低コストで作ることができるんですけども、その分それを補うためにいろんな添加物を入れていかなければいけないということなんですね。なんで、こういった添加物が入っているものは本来のお醤油とはちょっと違うものかなということが、言えるかなと思います。はい、ということで3つ目、混合ですね。これはお醤油とはほぼ言えない、一応お醤油の分類として存在しているんですけども、ほぼほぼお醤油ではないのかなっていうぐらいの、ものですね。混ぜ物ですね。当然このアミノ酸液っていうのは入っています。で、これ作り方どうなっているかっていうとですね、もうどこかで、醤油組合みたいなところで大量にいろんなお醤油作ってるわけなんですけども、このどこかの大きな工場みたいなところで、大量に作ったお醤油、それは本醸造でね最初は作っているかもしれないんですけども、もちろん混合醸造の製法で作っているかもしれないですけれども、どっちかというと混合の醤油にする場合は混合醸造で最初から作っていると思うんですが、要はもうできちゃったお醤油、出来上がっちゃったお醤油に対していろんなものを混ぜ込んでいって販売しますよっていうのがこの混合という分類になるわけなんですね。で、この作り方はもともとどちらかの方法で作られているお醤油、生揚げ醤油ですね、絞ったままのお醤油、絞った後火入れとかろ過とかそれはまだしてない、絞っただけですよっていうお醤油に対してアミノ酸液を添加して作っていくと、作るというか添加して混ぜていくっていう感じですね。で、これ以外にも、ここに挙げたような数々の添加物が入っているわけですね。こういったものをいろいろ混ぜ込んでいってオリジナルの味にしていくっていうのがこの混合というお醤油ですね。加工醤油にも近いですよね。なんで発酵熟成ももちろんしていないしっていうところですね。1日でも作ることができますので非常に大量に生産することができます。どこかのその大きな工場から元となる醤油を大量に仕入れて、でそれを加工していくみたいなイメージですね。で、先ほども言ったようにですね、味とか色とか、保存性を高めたりするために、甘味料とか、カラメル色素とか化学調味料、っていうのがいろいろ入っているというわけなんですね。はい。そういった形でですね、お醤油には一応この3種類の製造方法による分類があるというところですね。製造方法によって、しっかり分類されてますので、醤油のラベルの裏をちゃんと見ていただいて、なるべくですね、ほとんど、これなんですけども本醸造と書かれているものを選んでいくっていうのが、重要なポイントになります。結構この混合とかはですね、甘いお醤油、九州地方で好まれているような甘いお醤油っていうのはこっちの混合とかになってくるんですけれども、結構九州で使われているお刺身とかに使われているお醤油ってめちゃくちゃ甘いんですよね。で、あれはあれでそういった魚に、くどい魚、脂っこい魚とか、そういった魚には合うとか、いろいろ、あると思うんですけれども、やっぱりですね、その甘さっていうのはどこから来ているかっていうと、本来のその発酵の過程で、分解されることによって微生物によってもたらされる甘みではなくて、こういった
糖類、ブドウ糖とか、そういった糖類とか、あとは人工甘味料ですよね。そういったものが入っているということになりますので、そういった、健康への、影響とかをですね気にされるっていう場合はなるべく避けた方がいいお醤油だということになります。はい。ということで今日はですねお醤油の、製造方法による分類についてお話をしてきました。次回はですね発酵熟成っていうのが、どういうふうに具体的にですね進んでいくのかとか、どういった容器でお醤油って作られているのか、そういったところをですねお話ししていこうかなと思います。では、今回は以上となります。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。